こんにちは。お絵かきとものづくりチャンネルです。今回の動画では賃貸物件に基り付け可能な洗濯機周りの棚のアイデアを紹介します。狭い壁面に設置する棚は金属やプラスチックの突っ張り棚がお手軽ですが、木材を中心に組み立てれば空間に程よいぬくもりを与えてくれます。棚板の高さを変えることもできるので、状況に合わせ収納の仕方を調整できます。洗濯機置き場だけでなく様々なところに応用できる手法なので、ぜひ多くの方とシェアできればと思います。それでは始めていきましょう。まず棚が設置できるスペースを計測します。洗濯機の蓋を開けたり蛇口をひねるのに十分なスペースを念頭に、棚板が配置可能な範囲を割り出しましょう。洗濯機を購入するときに置き場の周囲のサイズを確認するのと同じ要領です。ここでは蛇口や洗濯機の蓋よりも 45mm 高い 1315mm を棚板が配置できる一番低い高さにしました。天井までの高さが 1875mm、幅は 880mm。この範囲内に物が収納できる棚を作成します。棚の構造を見ていきましょう。ダボ穴が複数ある棚受けレールを作り、ダボをはめてそこに棚板を乗せます。棚受けレールはガンタッカーを使用して壁面に固定します。ガンタッカーはこの字型のステープルを打ち付けて生地などを固定させる工具です。木枠にキャンバスを貼る絵画制作やソファーやスツールにクロスを貼るときに使われます。賃貸物件の壁面は釘や木ネジのような太く長いものを打ち付けることができません。しかし画鋲のような細く短いものであれば許容の範囲とされています。ガンタッカーのステープルは画鋲より細いものの2本の足でフックのように支えるため、垂直にかかる力に対して強い耐久力を持っています。棚板をしっかり支えられるダボ穴を持つ防材とステープルを打ち込める薄い板を組み合わせ、棚受けレールを作ります。棚ダボを差し込む防材には 9mm 厚のラワンベニア合板を使用します。ガンタッカーを貫通させる薄板には 3mm 厚の MDF ボードを使います。棚板は切り材の焼き切りうずくり仕上げにしました。長さ 910mm、奥行き 300mm、厚さ 17mm のものを2枚ホームセンターで購入しています。切り材はクッション性のある軽い素材で高い位置に設置する家具に適しています。また防腐や防虫の効果もあるため、衣類などの収納家具に古くから使われてきました。ただし変色したり傷がつきやすいというデメリットもあります。焼き切りであれば変色の心配もなく深みのある色を保つことができます。さらにうずくり仕上げは木材そのものの凹凸を強調し、傷を目立たなくしてくれます。図面を引いていきましょう。棚板を配置できる高さの範囲は天井高の 1875mm から最も低い 1315mm を差し引いた 560mm になります。収納するものの分量から2段分も受けることにします。上段の棚板は天井ギリギリまで高くする必要はありません。換気の妨げにならない程度の距離を想定し、棚受けレールの長さを 400mm にしました。棚受けレール1本の厚みは 9mm のラワンベニアと 3mm の MDF ボードを組み合わせた 12mm です。壁面の幅から両側の棚受けレールの厚みを差し引いて棚板の長さを割り出します。棚板の長さを 856mm にしました。壁面は必ずしも厳密に垂直に立っているとは限らないので、水平器を使い両側の壁の角度と距離を確認しましょう。この場所では上部と下部の横幅に大きな差はなかったので、2枚の棚板は同じ長さにします。棚受けレールの幅も決めます。ダボを差し込むラワンベニアの部分はある程度の強度を持たせるために 30mm にしました。MDF ボードの部分は 30mm 幅のラワンベニアの幅に加えて、ステープルが平行に打ち込める分だけ広く取ります。手持ちのガンタッカーの幅が 22mm 弱だったので 52mm にしました。ダボは受け部の直径が 7.5mm、長さが 10mm、差し込み部の直径が 3mm、長さが 9mm のものを8つ使用します。ダボ穴は 30mm 幅のラワンベニアの真ん中に 40mm の間隔で開けることにします。収納できるものの高さは差し込んだダボとダボの間隔から棚板の厚さを差し引いた高さになります。
棚板に厚さ 17mm の板材を使用するので、ダボを 200mm 離した位置に差し込む場合、収納できる高さは 183mm になります。作成する棚には無印良品のポリエチレンケースを収納する予定です。ケースの高さは 160mm 弱なので程よいスペースと言えます。棚板に開けるダボ穴の位置を決めます。棚板の奥行きは 300mm です。棚板の端と棚受けレールの端の位置を合わせたいので、棚板の端から 15mm のところにダボ穴を開けることにします。最後に棚受けレールを壁面に固定する位置を決めます。棚受けレールを設置する位置は蛇口や洗濯機だけでなく、棚の上に収納するものの奥行きも検討の材料に入れましょう。収納予定のケースの奥行きは 350mm です。ケースと壁の間にも空気が通るわずかなスペースを設けたいと思います。棚受けレールの位置を正面の壁面から 50mm の位置にしました。必要な値が揃ったので、加工のための図面を引いてみましょう。棚板の図面がこちら、棚受けレールの図面がこちらになります。素材の量も少なくシンプルな作りなので、計測に修正がなければカットはホームセンターや木材店に依頼するのもいいでしょう。自分でカットする場合、長い幅のものをカットするときには丸ノコ、短い幅で繰り返しカットしていくときにはテーブルサーキュラーソーをおすすめします。まず素材をカットする部分に印をつけます。丸ノコでカットするときはジグがあると正確に素早く作業ができます。ジグの作り方は前回の動画で紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。印を入れた部分にジグの端を合わせ、クランプで固定します。丸ノコでカットします。テーブルサーキュラーソーで同じ幅に切り分けます。カットした素材がこちらになります。カットした部分にバリが出ているので、180番程度の紙やすりで軽くこすり平滑にします。棚受けレールを組み立てていきましょう。ラワンベニヤと MDF ボードをボンドで貼り付けます。クランプで固定して乾かします。部品がつながったら塗装をしていきます。塗料に防カビ効果がある壁浴室用塗料を使います。艶消しの白と黒を混ぜてボール紙のようなクラフト感のあるライトグレーを作りました。MDF ボードは湿気に弱くカビが発生する場合があるので、塗装で表面を保護しておきましょう。薄く全体に塗っていきます。1時間ほど乾かしたら240番ほどの紙やすりで表面を平滑にしていきます。塗装が落ちてしまわないように優しくこすります。表面を滑らかにして2回目の塗装を行いました。ダボを差し込む穴を開けていきます。ダボ穴を開ける位置に印をつけます。3mm のドリルビットで穴を開けていきます。テーブルドリルを使用していますが、穴は短いのでインパクトドライバーでも構いません。棚板はすでに表面が処理されているので塗装はしません。ただし焼き切りはそのまま使用すると触れた部分にすすがついてしまう可能性があります。ウエスなどでしっかり空拭きしておきましょう。布の繊維が引っかかって表面がめくれないように木目の向きに注意しながら拭いていきます。棚と棚ダボが接する部分の穴を開けます。棚板の下側になる面を重ね合わせ、ギリで下穴を開け2枚同時に開けていきます。部品が完成したのでいよいよ設置していきます。棚受けレールにステープルを均等に打ち込めるようにマスキングテープで印を入れます。棚受けレールを設置する壁面にも目印を入れていきましょう。同じ高さの目印と目印を糸で結び、そこに水平器を当てて水平を確認します。ここでもマスキングテープを使用すると修正や除去が楽になります。必要があればマスキングテープの上に細かい記述を入れましょう。また棚受けレールが垂直に取り付けられるように注意しましょう。位置が確定したらガンタッカーで打ち付けていきます。ステープルが入りきらなかった場合は硬いもので平行に押し込めばしっかり奥まで入っていきます。印を入れた部分をすべて打ち付けていきましょう。一つの棚レールに4箇所ずつステープルを打ち込むことにしました。
棚受けレールを設置したら棚束をはめていきます。棚板を乗せれば完成です。シンプルな構造ですが、備え付けの棚のように安定しています。丸みを帯びたオフホワイトのケースを置くと、焼き切りう作りのざらついた風合いや深みのある色合いが強調されます。今回の動画が良いと思った方は、ぜひグッドボタンを、気になった方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。